だもんだっちゃ。今日の動画は北欧の国スウェーデンについてみんなにたっぷりお届けしちゃうのだ。で、スウェーデンって言われてどんなイメージがある？おしゃれな家具とか福祉国家とかいろいろあると思うんだけど、実はね、スウェーデンにはスキーを履いたままハンバーガーが注文できちゃう世界でここだけのマクドナルドがあるのだ。マック、スキーって呼ばれてるんだって。すごいよね。今日はそんなスウェーデンのもっともっと知りたいニュースを3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。スウェーデンの都市、伴侶も歓迎っていう記事なんだけど、パートナーのお仕事について移住してきた人たちをスウェーデンの都市イエーテボリがとっても温かくサポートしてるっていうお話なんだ。インドから来たジョアンさんとイタリアから来たロベルタさんの体験談がすごく心に響くのだ。言葉や文化の違い、仕事探しで悩んでいた2人だけど、インターナショナルハウスイエーテボリっていう心強い味方を見つけて前向きに頑張れたんだって。 CV ワークショップで直接企業からのフィードバックをもらって就職につながったなんて希望が持てるよね。イエーテボリのワークライフバランスや家族を大切にする文化が安心して暮らせる都市なんだってことを教えてくれるのだ。今日の動画、きっとみんなもスウェーデンに行ってみたくなるはず。よかったら高評価とチャンネル登録もポチッとお願いするのだ。さあ、みんなで一緒にスウェーデンの魅力に迫っていくのだ。北欧に位置するまるで絵本から飛び出してきたような国、スウェーデンなのだ。首都は美しい湖に囲まれたストックホルムなのだ。かつては強大な王国だった歴史を持ち、今は立憲君主制と議会制民主主義の国なのだ。人口はおよそ1000万人ほど。この国はデザインや家具、音楽、そして社会福祉で世界的に有名。IKEA や ABBA、アストリッド、リンドグレーンを思い浮かべる人もいるかな。最近では環境問題への先進的な取り組みやサステナブルな社会を目指す活動が注目されているのだ。自然豊かで人々の暮らしを大切にするスウェーデン、素敵だと思わない？一つ目のニュースなのだ。今日のスウェーデン語、掃除機という記事なのだ。ずんだもんなのだ。スウェーデン語でダムシュガーレって単語があるのだ。これは掃除機のことなんだけど、実は美味しいお菓子の名前でもあるのだ。緑色のマジパンにチョコがかかった見た目が昔の掃除機に似ているからそんな名前がついたんだって。昔はビスケットの残り物で作られていたから掃除機で吸い集めるみたいって言われたりもしたみたい。でもリキュールとチョコレートで美味しくなってるからみんな大好きなんだって。3月7日はダムシュガーレの日らしいのだ。2つ目のニュースなのだ。スウェーデンの都市、伴侶も歓迎という記事なのだ。スウェーデンの都市、イエーテボリはパートナーの仕事についてくる人々を温かく歓迎するのだ。インド出身のジョアンさんとイタリア出身のロベルタさんはそれぞれパートナーの仕事のためイエーテボリに移住したのだ。最初は言葉や文化の違い、仕事探しに苦労したが、インターナショナルハウスイエーテボリという支援センターで同じ境遇の人々と出会い、情報やアドバイスを得て前向きになれたのだ。特に CV ワークショップでは企業から直接フィードバックをもらい就職につながったのだ。イエーテボリはワークライフバランスや家族を大切にする文化があり安心して暮らせる都市なのだ。3つ目のニュースなのだ。2026年のスウェーデンの賃金はどうなる？という記事なのだ。スウェーデンの2026年の賃金はどうなるのだ。労働市場の回復で実質賃金が上がり、家計の収入も増える見込みなのだ。中央銀行やエコノミストの予測では、賃金上昇率は約 3%、インフレ率は約 2% と予想されているのだ。これは物価上昇を上回る賃上げなので、実質的な購買力は高まるのだ。
食料品 VAT の半減もインフレを抑える要因になるが、根本的なインフレ圧力への影響は小さいようだ。低金利や財政政策も賃金所得者の購買力をさらに強化するだろうと言われているのだ。スウェーデンのダムシュガーレは美味しいお菓子なのだ。イエーテボリはパートナーを歓迎する温かい街なのだ。2026年は賃金も上がって、スウェーデンはますます魅力的になるのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。